自民党の選挙公約、食料品減税を実行することは理解できますが、減税しても値上げしそうで効果あります。いや、僕もね、値下げはほぼ起きないと思ってるんですよね。むしろ起きるのは値上げです。これどういう意味かというと、経済学者系の人たちっていうのが7割ぐらい下がるって言い方をしてるんですよ。7% 下がるので7割ぐらい下がるということは 49%。なので本来が価格としては 7% 下がるはずなのに、実際は 2% しか下がらないって言ってるんですよ。2%、3% しか下がらないって言ってるんですよね。で、僕もそう思いますと。消費税を 7% 下げたにもかかわらず、販売価格が 2%、3% しか下がらなかったということは、消費税が変わった日から価格が 4% 上がってるということなんですよ。107円で売っているパンがあったとしましょうと。107円のもので、これが消費税 1% になりました。であれば、101円になるはずなんですよ。ところが、101円にならずに、104円、105円になりました。これ確かに2、3円は安くなったじゃん ?107 円から比べると。なので、価格が下がったように見えるんだけど、本当に起きてることは、100円の商品に対して 1% の消費税101円で、さらに3円、4円を値上げすることによって、売値が104円、105円になってるってことなんですよ。なので消費税が 7% 下がったにもかかわらず、2、3円しか価格が下がってないってことは、残りの分は価格が上がってるっていうことなんですよ。なので消費税減税が実行された日は、むしろ価格がめちゃくちゃ上がる日だと思うんですよ。もちろん商品とかキャンペーンによって食料品 7% 分の価格をちゃんときっちり下げる店っていうのはあるかもしれないんですけど、かなり難しいです。これがなんで難しいかっていうと、お店が決められることでもないんですよ。まず農家さんが卸値を上げる可能性があります。例えばじゃあ、ほうれん草のおひたしというパックに入った商品が107円で売ってたとするじゃないですか。そうした時に消費税食料品下がるよねってなったとしても、もともとじゃあ消費税分下げる必要ないよねと思ってて、農家さんがほうれん草の値段を上げるかもしれません。で、その農家さんから仕入れた食品加工会社もそこでまた価格を上げるかもしれません。包装紙とかを売っている会社とかも値段を上げるかもしれません。で、さらに流通でスーパーまで運ぶところも値段を上げるかもしれません。っていうところでいろんな業者の手を渡って最終的にスーパーまで行くわけですよ。でもスーパーに来た時点でもともと101円で売ったものがだんだん値段が上がっててもう105円になっちゃったとしたら、そのスーパーは一切値上げをしなかったとしても原価自体がもう105円になっちゃってるから105円で売るしかないんですよ。で105円になっちゃってるから105円で売ったとしてスーパーに対してお前値下げしてねえじゃねえかって言われても、その分スーパーはいやいやいやもともと仕入れ値が上がっちゃってるから無理なんですよってことになって、なので 7% 分を上げないまま 7% の値段を下げましたっていうのになると、流通生産加工全ての会社が全く値上げをしない状態でないと成立しないんですよ。今円安物価高でずっと値段は上がり続けてるんですよ。毎月 2% ぐらい上がってるんですけど、そうすると当然来年の4月に消費税上がるとしたら3月から4月もやっぱり 2% 値段は上がるはずなんですよ。でもこれをどの業者も一切上げないでやるっていうのであれば確かに 7% が下がるっていうのになるかもしれないですけど、まあそうならないと思うんですよね。基本的にはその値段としては107円から多少下がる価格で販売されるとは思うんですけど、全食品が 7% 下がるかっていうと厳しいと思います。スーパーとかのキャンペーンで 10% 引きキャンペーンとかで食品減税キャンペーンみたいので焼きそばが安いよねとか大根とか白菜とかその時に取れてちょっと余り気味の野菜が安いよねっていうのはあるかもしれないですけど、基本的には起きる出来事というのは物価が上がるという出来事が起こるというふうに僕は認識しています。消費税ゼロがために 1% の OK ってシステムどういう理屈だろう。僕が聞いた限りのシステムの設計の仕方だと、定数0で1でとかではなくて、テーブルがあって、どのテーブルをこの商品に当てはめるかっていうのがあって、8% の、軽量減税されたやつ、定率減税された商品で、この場合の仕入れに対する税はこうでとかっていうテーブルがあって、商品ごとに 10% テーブルで、その後仕入れの場合に対しても 10% 仕入れで経費で参入できますよってのがあって、で次に仕入れに対して 10% でいけるけど売る場合 8% と、仕入れに対して 8% で売る場合 8% とか、仕入れに対して 8% なんだけど売る場合はイートインなので 10% とかっていういろんなテーブルがあるんですよ。軽減税率です。すいませんややこしくて。食品として仕入れたんだけど、
ってなるとまず 8% で仕入れるじゃないですか。でも売る時に野菜を仕入れて野菜をそのままいったら 8% で仕入れて 8% で売るから簡単なんですけど、 8% で仕入れて例えばじゃあトマトをマヨネーズつけて出すっていうイートイン店があったとしたら、これは 8% で仕入れてるけど売る時消費税 10% で売ってるんですよ、イートインだからっていうのもあって、逆もあって 10% で加工食品として仕入れてるんだけど実際は軽減税率の食料品として 8% で売るみたいのがあって、テーブルがまず複数ありますとっていう状態の中で 0% っていうのをやった場合は仕入れが 0%、 それが売った時にも 0% なのか仕入れは8で0なのかとかっていういろいろなパターンのテーブルの表を作って、各売った時の商品に対してどのテーブルが当てはめられるのかっていうのでいって、でここのテーブルが小売りの時はそうで卸の時はまたそれがどういうことになっててっていうのを全部整合性を取ってやろうとすると結構大変だよねっていう話で、それを聞くと確かにめんどくせえなとは思うんですよね。だから難しいっていうので、ただ僕はこれは設計の間違いだと思ってて、なので1年かけてそこら辺の設計直せよっていうふうに僕は思うので、なのでもう 0% にするんだったら 0% って言ってで 0% にできなかったレジはもうできません、手計算でやりますか、もうその会社とは契約切って 0% の会社と契約をしてくださいっていうぐらいにするっていう方が、それぐらいやらないとやっぱりそのシステムのまともな会社が売り上げ上がんなくなっちゃうと思うので、設計もきちんとできて更新もきちんとできる会社の売り上げが上がるという方にした方がいいんじゃないかなというふうに僕は思ってますけど、もともとできた時が消費税っていうのは 3% っていう時に 3% だよねっていうのが3から5に上がったんだっけ。で5に上がった時に仕入れは 3% だったけど売った時 5% の商品と仕入れも 5% で売る時に 5% だった商品みたいなのがあって、多分そっから仕入れパーセントと売上上のパーセントのズレっていうのが出て、でそれを経理上吸収するためのシステムっていうのにして多分だんだん分岐が増えてったっていう、そういう構造なんじゃないかなと思うんですよね。はい、そういうテーブル構造になってしまったこと自体は歴史上仕方ないなと思うんですけど、ただそれをこうちゃんと更新しやすい形にリファクタリングをする、それが早くできる会社に売り上げが上がるという風にした方がいいんじゃないかなと思っております。はい、消費税減税の恩恵は食費10万円付きの家庭で7000円だけですか。そうなりますね。ポスレジ会計サービス系が行う会社の手間があると意味がない気がするし嫌がると思いますが、給付の方が楽で早い気がします。どう思われますか。いや別にね、レジや会計サービスなんてすぐ治りますよ。それができないのは無能な SI 会社なので潰れた方がいいと思います。デジタル社会、僕 IT 系出身なんですけど、きちんとしたソフトウェアが作れる会社が残るべきで、うちは仕事遅いんすよっていう会社は潰れるやって思いますけどね。仕事が遅い会社も残さなければいけないみたいな概念が日本の他の産業ではあるっぽいんですけど、 IT 系って SIR で仕事発注しますにしても遅いんだったらもうそんな会社残ってほしくないですよ。頼んで他の会社が1ヶ月できるのを頼んだら1ヶ月やりますよって言って実際半年かかりましたとかマジ潰れてくれよって思うんで、なのでレジでハードウェアとしての構造にはいろいろこう試行錯誤とか時間かかるのがあるんですけど、レジとしての出力ができていて、あとは内部のコードでなんとかできるよねという状態であれば、それはもう内部のアルゴリズムをどうコーディングするかなんで、それはとっととやれよって話で、それで時間かかるんだったらプログラマーがいない会社か本当にまともなプログラマーがいない会社なので、もうそれはソフトウェア会社として残るべきではなくて、むしろとっとと倒産されろって思うんで、なのでレジ会社のその速度についていけないレジ会社はどうすればいいのか、潰れろ一択。はい、以上です。この前の略で少子化と税金の使い方から日本の現状を種もみ食ってると表現したのをとても分かりやすいと思いました。そこで超実社レベルから変えていこうというコンセプトって1年半前に200で対談した河村隆さんのお話、政治家の会からも若干着想を得た部分ありますか。ありますね。河村隆さんが給料を減らすとか退職金もらわないっていうのが減税っていうのも実際に成功されてるので、なので地方自治体でも減税とかやろうと思ったらできるんだよねっていうので、やっぱり首長の権限の調査っていうのあったりするので、河村隆さんすげえなと思います。中3です。夏休みの宿題で税の作文というのがあります。内容は税に関することなら何でもいいらしいのですが、何を書けばいいかわからないので教えてほしいです。税が全くない状態で国を作ったらどうなるでしょうっていうのを書いてみると、警察官に給料を払うことできないよね。なので警察官の分ぐらいの給料を集めなきゃいけないよね。
で、火事になったら誰も火を止めてくれないから消防士は必要だよねとかっていうので、社会を回すのに必要なお仕事っていうのを一個ずつ書いていきましょうってなると、多分国会議員いらねえんじゃねっていうことに気づくかもしれないですね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの記入になります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。